認定講師の、佐々木正弘です、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は黒松。ちょっと手が伸びてしまったり、寸法的に、ちょっと大きくなったものをこうやろうと思っております。でこれを20センチ以下に、持っていくように努力をしてやろうかなと思っておりますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。出来上がりが楽しみですね。はい。随分もう本当にこうね、枝がもう間延びして、やってる木ですので、じゃあ早速、やっていきたいと思います。思ったより太い針金使わないね。これ、一番商品模材で使っても10番ぐらいまでしか使わないですから、これ12番、12番。針金掛け一般的にね、やっていくけど、注意する点とかありますか？かけるときに空間が幹と針金の間に空間が空くと、針金は全然効いてないので、それに沿
沿ってかけてやるっていうのが一番大事かな。枝にピタッとピッと、うん、接触するそっていう感じかな。う、うん、まあ浮いちゃうとね、浮いちゃうと、そこから折れたりとか、そういったものが、なるから、もう針金だからなんでその空間が空くかというと、枝に合ってない針金を巻くと、大きな針金を巻くと太い針金巻くとね、空間が空いたりとかするから、開きやすいね。だから、この枝に対して効く針金を巻いてやると、それなりに、効果は出ると思いますよ。よくね、ほら重ならないようにとかそういうのもまあ見た目が綺麗にするんであれば、重ならない方が一番いいかなと思うけど、基本的に聞くためには重なっても問題はないね。問題はない。ただ取る時とかそういった時に、全部を取らなきゃいけないっていうのがちょっときつい。まあ一部だけ外したいって場合もあるからね、針金かけても。やっぱり買う時にもこうなるなっていうイメージがあって、最初に買う時もね、買う時も、この枝をこういうふうに持っていこうとか、そういったことは考えてやらないと、じゃあ漠然とこんなふうにして作ってるなって思われても、やっぱり最初にやっぱ考えておかないと、スムーズな針金かけはできないよね。買う時から考えて、また、やる前っていうかね、着手する場合に、ある程度の完成のイメージっていうか、こうなるなっていうことがないと、考えてやっていかないと、多分戸惑ってからずっとそのまんまの姿でおるっていうのがあるね。やっぱり完成のイメージがあって、逆算するそうね。ところがかなりあるんで、針金だけどね。だからこの木に対してもそうなんだけど、足元はね、もう申し分ないと思うんだけど、枝のね、もともとねいい木で振りがあったんだろうけど、古さが出た分枝がね、懐がなくなっちゃったね。でもこれで針金をかけて静止してやると、ちっちゃい芽がまだまだ胴引きするよね。胴引き、このぐらいだったら全然やるんで、あと注意点としてはね、幹触んないようにとか、まあ少々ね、こうやって針金かけると皮はね取れるけどね、まあ注意しながらやりましょうねっていうところだね。だから大きいところの皮だけは取らないように、ね、枝は取れちゃうね、しょうがないよね。早いね。もうだいたい一つ終わって。そうね、ここは枝数も少なかったからね、早いけど。でも下枝できると大体もう構想は出来上がって、出来上がってね、あとそれに習って姿が見えてくると思うんで、よく針金掛けもこうね、やりすぎちゃうっていうか、完成してる木をまたかけ直しちゃうとか、そこの辺はまたね、やり方が変わってくるけど、これは随分ね変化するね。虫がついてるね上。虫がついてる。虫？ここ。本当だね。なんで？まだ生きてんだね。生きてるね。
まあ1月冬の仕事ですね。もう上の仕事。まあ、こうやってかけてやると、1の枝がこうやって完成したっていうのにね、ボリュームもあるね。平らだけじゃなくて、棚でこうして厚みを作ってやるっていうので、底辺が揃ってると美しく見えるしね。膨らみがあって立体感が出ますね。ほんでちょっとチェーンソーじゃないね。粘りがないんで、なんか電池がねえじゃん。それ知らねえよ。花輪さん、電池がないのは貸してくれてもどうしようもないですね。アクシデントがいろいろ起こりますでちょっとこういう針金で効かない枝ですね、でこういうのはちょっと引っ張ってやると、ただね、引っ張るのは有効だよね。昔はそんな引っ張ってる木っていうのは少なかったけど、なかったけどね、時代の流れもあって、やり方も進化して、かなり細い針金で効果が出てくるんで、引っ張るのはかなり有効だと思うよね。この枝を下げる時に、コツとしてはこの下にね、手を添えてやって、でこの原理をやって、こうやって下がるとかなり下がったね。下がって、素人さんこの抜くのがなかなかね、やっぱり抜いてやらないとごつくなっちゃうし、枝がね、抜くことによって枝は成長していくから、また芽数が増えたりとかね、やっぱり必要以上に芽数があると胴吹きもしなくなるし、ある程度のバランスっていうのがね、必要になってくるよね、だからまあ初めて針金をかけるとか、そういった人にはかけながらね、最初に抜いちゃうともう後ではつけられができないからね。そうだよね、よく昔なんかは最初にバン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 って抜いてやってる人もいたけどね、雑誌なんかでは見たけどね、でも雑誌なんかでプロがやってるのは最初に大体構想を練ってやってるから、できるんだろうと思うけど、まあ大物だったらできるけど商品だとなかなかそれも難しいよな。大きいのはサイズにこだわらないけど、ね、商品盆栽はどうしてもね、大きいのに、大きいっていうかサイズにこだわっちゃうから、まあ、そのコンパクトにしてよりね、その特徴を生かしていくっていう。
基本ほらよくカエル股とかうん言うじゃん。うんああいうのはやっぱり美しく見えないからやんないんだよね。まあそれも人それぞれの持ち方で変わると思うんだけどね、それをうまく使う人もいるんだよね。ほうほう。俺なんかがやるとなかなかこの木は買わんけどな。よく買変う。わらないよね。買わんな。ここまで枝縮めらんないな。いやだからそういう人ばっかりいたら、なかなか売れないけどね、こういう木がね。誰かがこういうのをうまくできる人がその分得するんだね。やっぱりどんだけ自分がねやる時に引き出しがあるかが、そうだね、重要だよね。こう経験値もね、こうやったからこうなったっていう経験があればより良くするチャンスに恵まれるっていうか。
まあ、曲げる時は両手でね。いい添えて、今僕はこうやってやってるやり方の方が一番簡単にできるというか、ある程度もう一枝の針金を基本的に巻いとけば早くできやすい。まあまあやる前にあらかたの構想ができてるからね、これがいくけどね。まあ人より早く仕事するってのはそんだけ儲かるんだからな。まあね、でもだんだん若い時とは変わってくるよ、手の動きが。目も薄くなるし、目がしょぼしょぼしちゃうよね。老眼鏡かけないのかまだ大丈夫だね。まだ大丈夫、すげえな。俺なんか近眼だから眼鏡外すよ。まあこんな感じで後ろ枝覗きとこう考えてできていくんだ。このくらいのサイズの枝の奥行きになると太さが生きるね。